皆さんこんにちは。お絵かきバーチャル YouTuber のやきまえるです。今回はこちらツアーボックステックさんのご提供で左手デバイスのツアーボックスエリートをレビューしていきたいと思います。こちらの左手デバイスはなんと世界で10万人以上のクリエイターが愛用するもうとっても有名なもうマジでガチのものすごくプロフェッショナルな左手デバイスになります。で、左手デバイスって何っていう人向けに左手デバイスとは何ぞやっていうのを少しね説明しますと、絵を描いたり動画をね作ったりいろいろするときってキーボードのショートカットキーを駆使して作業するんですが、キーボードだと操作しづらかったり机の上のね配置に困ったりしちゃうんですよね。画面の前にあったら絵を描くときに邪魔だし、横だとね遠くて押しづらいみたいな、そこで出てくるのがこの左手デバイスなんです。左手デバイスならパソコンの横に自然に置けていろんな作業がとってもしやすくなるんです。ほとんどのプロクリエイターは左手デバイスを使って作業していると思います。またこちらのツアーボックスエリートはなんとクリエイターの作業に特化した左手デバイスなんです。作業しやすい形にボタン配置、そしてこのようなダイヤル式のシームレスなキーがねたくさん配置されているため、クリエイターの作業効率がすごくアップするものになっています。で、このツアーボックスエリート、ただね形がすごくてボタンがたくさんあるっていうだけじゃなくて、いろいろねすごい機能が盛りだくさんなんです。もうなんていうかまさにかゆいところに手が届く、クリエイターがやりたいことが全部できちゃうスーパー左手デバイスっていう感じです。そういったところも含めて早速ね見ていきたいなと思います。中身はツアーボックスエリート本体、そして安全指示事項にクイックスタートガイド、ちゃんとこのように日本語での説明もあります。そしてヘルプセンター、いわゆるサポートの案内ですね。こちらも日本語の公式カスタマーサービスがあるのがいいですね。そして電池がね2個入っています。で、他の方のレビューをねもし見た人がいたら中身違くねって思う人もいるかもしれないんですが、僕のはね製品版をご提供いただいているので、こっちがね皆さんに届くやつと同じものになってると思います。で、なんでね電池が入っているのかっていうと、こちらのツアーボックスエリートは以前紹介した無印版ツアーボックスとは違って、なんとね Bluetooth での無線接続に対応しているんです。無線接続なら机周りもスッキリするし、外出先とかで使う人はケーブルもね持ち運ばなくていいので、カバンの中もスッキリするのがいいですよね。で、Bluetooth 絡みでちょっとね紹介したい機能があって、なんとねデュアル Bluetooth を採用していて、2台のパソコンとの接続を簡単に切り替えることができるんです。なんでノート PC で作業をして、次はデスクトップ PC でみたいなね使い方をするような人でもいちいちね接続をし直さなくてよくなっています。で、有線でね接続したいっていう人もいると思うんですが、ケーブルでのね接続もちゃんとこのようにね対応しています。ただ今回レビューするものはケーブルが入っていないやつなんで、市販の USB-C ケーブルを使って接続していきたいと思います。ちなみにケーブルとキャリーケース付きのバージョンも出ていますので、そちらが欲しいっていう人はそっちもねチェックしてみてください。で、こちら本体なんですが、なんとねカラーバリエーションが3つあります。ブラック、ホワイト、スケルトンの中から好きな色を選ぶことができます。最近はね僕はこんな感じでナチュラルな感じにハマっているので、僕はねこちらホワイトにしました。はい、ということでこっからはねお絵かきソフトをつないで紹介していきたいなと思います。はい、でまず本体のね触り心地なんですが、もう触り心地はもうサラサラですごくいいです。で、こちらね形もちょうどね手にフィットする感じなんですごくねいいです。こちらねこんな感じでボタンがたくさんあって難しそうに見えるんですが、実際にねこう手を添えてみると自然とねなんか押せるような位置にボタンがあって、こうね押しやすい感じになっています。こう実際にね手を添えてみると、ここは親指かな、ここは人差し指かな、でここが中指かなみたいな感じでね、なんとなくねこうパッと手を添えるだけでどこを何で押すのかっていうのがわかるような作りになっています。で、あとですね、こちら本体がね結構重くなっていて、こう動いちゃわないようになってるのが嬉しいです。
そこにはこのようにね、滑り止めもついていて、かなりね、安定感があります。で、こちらのツアーボックスは、もうとにかくね、操作感にめちゃくちゃこだわってるんですが、それだけじゃなく、耐久性もね、すごいあるそうです。で、こちらね、細かいところなんですが、UV 抗菌で、指紋がつきにくいスプレーも塗装してあるんで、汚れにくく心地よい手触りになっているそうです。あと、こちらのね、外観も、プラスチックの安っぽい感じじゃなくて、なんかね、めちゃくちゃ高級感がある素材なので、もうザ・プロのデバイスって感じがして、気分がめちゃくちゃ上がります。で、こちらのね、ボタン一つ一つ見ていきたいんですが、まずね、ここ、側面にね、1個あります。で、こちらにシームレスなダイヤルが3つあって、で、このダイヤルは全部ね、クリックにも対応しています。で、あとはここにボタン、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 ボタンというね、感じになっています。でもこのね、シームレスなキーがね、3つあるっていうのがもうめちゃくちゃ嬉しいことなんです。絵を描くときに、画面のまず拡大縮小、そして、このペンのサイズの変更、そして、あとはこういった画面の回転など、こういうシームレスなダイヤルで操作したいものっていうのがめちゃくちゃあるんで、このシームレスキーがいっぱいあるっていうのが本当に便利だと思います。で、こういったシームレスキーがたくさんついてる左手デバイスってもうね、マジでないので、もうめちゃくちゃありがたいです。で、こちらのね、シームレスキーのポイントなんですけど、動くときに聞こえますかね？聞こえてるといいんですけど、このカチカチカチっていうね、音がすると思います。で、このカチカチ音なんですが、なんとこれ、電源入れてないと音しないです。中に電子制御が入っていて、それで、カチカチ音がする。カチカチ言うだけじゃなくて、なんかカチカチっていう引っかかりも感じるようになっています。で、こちら、電子制御なんで、なんとアプリでこのカチカチの音がする、しない、そしてするんだったらどんな感じで引っかかるかっていう調整ができて、さらに、このスムーズさ、ちょっとこれじゃ回転早すぎるんだよな、もうちょっとゆっくり回転してほしいなっていう時に、スタンダード、スロー1、スロー2の3つのね、スピードモードを変えることができちゃいます。自分の設定したツールに合った、そして自分の操作感に合ったダイヤルのフィーリングっていうのを自分で自由に選ぶことができるんです。はい。で、こちらのね、ボタンの設定なんですが、もちろんね、全部自由にカスタマイズすることができます。はい。で、こちらがね、設定アプリの画面なんですけど、僕はね、一旦こんな感じで設定してみました。まずこちらのマウスホイールで回転。そしてここ真ん中をクリックするとね、左右反転になっています。で、ここのスクロールでペンの太さを変更。で、ここのスクロールのところをね、クリックすると、透明と透明じゃないのが切り替わるようになっています。そしてこちらのダイヤルは画面の拡大縮小と真ん中ね、クリックするとこのように画面を移動するツールを設定しています。で、ここには一応一番よく使うペンを設定していて、ちょっとね、被っちゃってるんですけど、ここにもね、同じペンが設定してあります。で、他によく使うこちら、エアブラシですね。エアブラシと、これ、ぼかしと、これあんま使わないんですけど、下塗りペンっていうペンをね、設定してあります。まあ、ここでね、全部のペンを切り替えられるようにしてるって感じですね。で、ここにね、僕はちょうど親指がフィットするんで、ここに一つモドルを設定しています。もうめちゃくちゃ使うんで、一番スッとね、親指の位置が来るところに設定しています。ここにもね、ちょっとさっきもあったんですけど、一応ね、この動かすツールが被ってるんですけど、設定してあります。で、ここなんですけど、ここはちょっと後で紹介するこのガイドっていうね、機能をセットしてあります。で、サイドは一応ね、よく押すことが多いシフトを一応登録していて、で、ここはね、まだ何も登録してないです。で、こちらの機能設定画面なんですけど、見てわかるように、ブラシサイズを減少、ブラシサイズを増加みたいな感じで、タグ名がね、設定できるので、普通にこのボタンに、じゃあ消しゴム機能を割り当てるって感じで設定できるのがいいところです。よくある左手デバイスだと、普通にキーボード名を設定することになるので、
このボタンは E キーで、E キーっていうのは Photoshop ではこの機能が動いて、みたいな感じでね、頭がこんがらがりがちなんですが、このね、タグ機能のおかげで、とても設定しやすくなっています。今こちら僕の設定をお見せしたんですけど、実はね、もっともっとたくさんのキーが設定できちゃうんです。はい、ここのね、もっとっていうのを押してみると、こんな感じでね、もうどんどんキー設定が出てきます。これ何かっていうと、なんとね、組み合わせでも設定できるんです。なんで、もうすごい数の設定が実はできちゃうんです。この小さなデバイス一つで、約300個ぐらいの操作ができちゃいます。とは言ってもね、最初からたくさんのキーの設定をしても、聖徳太子とかじゃない限り覚えられないので、まずはね、このもっと見るを開いてない最低限のね、設定をして、それが体に染みついたら少しずつ設定を増やしていくってのがいいと思います。それでも慣れるまでって結構ね、自分の設定を忘れちゃうんですが、そんな時は、さっきね、設定したって言ってたガイド機能、こちらでね、自分の設定したショートカットの一覧を表示できます。なので、覚えるまではね、この機能をこの中に設定しておくのがおすすめです。で、この機能とは別に HUD をね、画面に表示できるっていう機能もあって、こんな感じでね、いくつかのボタンの設定を画面に出しっぱなしにしておくこともできます。で、こちらの HUD なんですが、位置はもちろんのこと、色とか大きさ、不透明度なんかも選べるので、邪魔にならないよう画面上に置いておけるのが嬉しいですね。なんで、ここにね、設定したショートカットキーを覚えるまでは、とりあえずこれを画面上に表示しておくと安心です。はい。で、こちらのキー設定なんですけど、ここにね、なんか一覧があると思うんですけど、プリセットっていうのがあって、アプリごとに違う設定をセットしておくことができます。なんで、クリップスタジオペイントはこのキー、フォトショップはこのキー、動画編集の時はこのキー、ブレンダーの時はこのキーって感じで、それぞれのキー設定を設定しておけるんです。で、こちら何がすごいって、プリセットを自動で切り替えしてくれる機能があるんです。ソフトを切り替えると自動でキー設定を切り替えてくれるんです。で、これね、いろんなソフト使う人にはめちゃくちゃありがたい機能だと思います。で、こちらのプリセット、自分のやつ最初から入ってないとか、一から設定していくの大変だよっていう方向けに、このプリセットを新規作成からより多くのプリセットを取得するってのを押すと、はい、こんな感じでいろんなプリセットが保管されているページに飛ぶことができて、ここからプリセットをダウンロードして、で、こちらのね、インポートボタンからダウンロードしたプリセットをインポートすることもできます。はい。で、最後にね、紹介するのがマクロ機能ですね。マクロって何？なんか難しそうって思うかもしれないですが、そんなことはなくて、いつもね、よくある操作っていうのを、こちらのボタンにね、設定しておけば、なんとね、ワンクリックで実行できるよっていう機能になります。例えば、いつもお絵描きするときに、音楽ソフトで曲を流しながら、画像表示アプリで参考資料を確認しつつ、お絵描きソフトで絵を描くんだよっていうような人とかは、こちらのボタンをってね、ワンクリックすると、音楽ソフトと画像表示アプリとお絵描きソフトを全部ね、勝手にパーって起動してくれるみたいな設定をしておくことができます。なので、いつもね、儀式のように同じ操作をすることが多いよっていうクリエイターさんにとっては、作業効率がめちゃくちゃ上がるので、すごいね、便利な機能です。はい、ということで、ツアーボックスエリートを紹介してきましたが、どうだったでしょうか？こちらね、なんとイラストレーターだけでなく、すべてのクリエイターにお使いいただける左手デバイスとなっております。3D モデリングに動画編集、写真編集に音楽制作にグラフィックデザイン、そしてオフィスワークなど、いろいろな作業効率をアップしてくれるデバイスです。これ僕の考えなんですけど、作業時間ってやっぱりね、すごい大切で、こういうツールによって、一つ一つのね、細かい操作の時間が短縮されると、その積み重ねでね、年間とかで見たらものすごく膨大な時間が変わってくるんじゃないかと思っています。はい。で、今回ね、ツアーボックスエリートを実際にね、こうやって触ってみたんですけど、本当にね、左手一つでもう何でもできちゃって、操作性もめちゃくちゃいいので、もう確実にね、時間短縮できるツールだと思います。それにね、何よりこの操作性とかね、手の置いた感じとかがすごくいいので、もう気持ちよく操作ができて、作業に集中できるのもいいです。
で、このツアーボックスエリートは、実はね、結構お値段が高いんですが、年間のね、作業時間で考えたら、もうすぐにね、元が取れてしまうぐらい、操作性が上がるんじゃないかなって思います。で、特に、複数のソフトを使いこなすようなマルチクリエイターさんや、外出したりしてね、いろんなパソコンで作業することが多いクリエイターさんなんかは、これ一つでめちゃくちゃ作業時間が変わると思うので、本当におすすめです。本当にもうザ・プロのクリエイター向けの左手デバイスっていうものなので、プロフェッショナルな仕事をしたいっていう方には本当におすすめです。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。それではツアーボックスエリートのレビューでした。なんと、僕の初書籍、大切なのは練習や勉強だけじゃない、絵が上手くなる5つの習慣が好評発売中です。ぜひゲットしてください。また、このチャンネルではお絵描き関連の動画をたくさんアップしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。では